こんにちは、高森です。今回はですね、ENTP について雑談でもしようかなと思います。ネットとかを見ると、私 INFJA なんですけども、ENTP って結構 INFJ と相性がいいよねっていうところが言われてますね。いわゆる INFJ が天使とするならば、ENTP が悪魔と称することがあったりですとか、あと闇落ちした時の INFJ が ENTP 的な思考をするがゆえに、結構 ENTP が考えることというか、あんまりルール守らないよねみたいなところが彼らにはあると思うんですけれども、そういった INFJ のね、裏に抱えたところが意外とマッチするみたいなところがあって、仲良くなれるんじゃないかみたいな論理ですね。で、私もですね、ENTP と関わりって結構あって、仲いい理科大の友人とかもね、動画にね、ちょこちょこ出てもらってますけど、彼も ENTP ですし、あと職場でもね、ENTP の1個上の先輩とか、10個上ぐらいの先輩とかもいて、なんか ENTP らしさを感じることってすごいあるんですよね。なので今回はですね、INFJ の私目線での ENTP というところの話をしようかなと思っています。はい。で、まず ENTP について思うところ1個目としては、行動力がすごいというところですね。私目線だと、なんか常に動いているというか、バイタリティ溢れてるなという印象が強いですね。INFJ の人だと結構頭の中で物事をこれめくり回すの好きで、あんまり実行力に欠けるよねみたいなことがあったりとか、あんまり現実見てないみたいなところがあると思うんですけれども、ENTP の人ってちょっと違って、NT 型ですよね。直感、N 型の素養も持ちつつ、T 型っていう現実に即してロジックに落とし込んで行動していくっていう強みがあるので、そこがね、INFJ の、NF 型、理想追求型みたいなところとは違うなと思っていて、また ENTP の行動力っていうところが優れてるなと思わされるところでもあると思いますね。実際仕事で先輩とかを見てみても、結構私は作戦を立てるというかね、技術開発職やってるんですけれども、計画全体こういう感じにして、3ヶ月後ぐらいにこういう成果を持って、タンタンタンみたいな感じで、結構戦略的にね、計画立てるの好きで、実際に手を動かして実験するみたいなのは、別に自分がやらなくてもいいかなみたいなところに思っちゃってるところはあるんですけど、職場の先輩とかを見ると、とにかく実験してから考えるんだっていうところで、行動力が先に来るっていうところが結構自分とは違うのかなと思いますね。だから仕事の流れとかも結構違っていて、自分なんかはこう仮説を立てて、多分こういう風な結果が出るんだろうな。だとしたらこういう風な感じだっていうところとか、結果が出ないんだったらこういうところに行くみたいな感じで、何かアクションを起こす前に計画化したがるんですよね。何かしらのこう道筋を立てて、仮説立てて進めていくっていうやり方が好きなんですけど、職場の ENTP の先輩とかは、とりあえず実験しようというところがスタート地点なんですよね。我々が仮説を立てるっていうところをスタート地点にしてるところに対して実験をするっていう、具体的なアクションから入るっていうところが大きく違うなと思いますね。で、ENTP って結構分析的な思考力っていうところが強いっていうところもあるので、実験した結果から、仮説立てて実験してみたいな感じで順序立てて物事を進めていくっていうのが好きっていう風に言ってましたね。世の中にはいろんな ENTP のタイプがいるので、一概には言えない部分ってもちろんあるとは思うんですけれども、INFJ 目線でいくと ENTP の行動力っていうのは、すげえなって思わされるところがめっちゃあります。で、ENTP について私が思うところの2点目なんですけど、これ直感力がすごいなっていう風に思いますね。主機能の違いが結構如実に出てるのかなと個人的には思っていて、共にね、N 型直感型の情報の受け取り方をするっていう点で共通していて、何か事象があったとしても、裏にあるものは何かっていうところを考えたりとか、そこからこう発散して可能性はどういうところにあるのかみたいなことを発散させていくっていうような直感の使い方があると思うんですけれども、さっき言ったね、ある物事を受けて、その裏に潜むものは何なのかみたいに落とし込んでいくのは、どちらかというと INFJ が主機能として使っている NI 内向的直感かなと思っていて、一方で ENTP の直感の使い方っていうのは NE 外向的直感っていう感じで、ある物事から発散させていくみたいなのが、すごい強いなと思いますね。そこが結構同じ N 型でも、出方として違うなっていう風に認識していて、結構 NE 使ってるなって ENTP の人見てて思うのは、もうとにかく発散させる力がすごいというか、そこをちょっと具体的な例えではなくて申し訳ないんですけど、その
物事からなんか全然別の違うところに結びつける力というか、なんか展開していく力みたいなのが強いなと思いますね。だからなんか突拍子もない例えとか結構自分にぶつかってくる時があって、なんかその発想力すごいなっていうところもありますし、さっき言ったね、行動力、バイタリティっていうところで、実際にね、そこの直感から得た未来の可能性みたいなところに突き進んでいく行動力っていうのもすごいなっていうところで、これはなんかなかなか真似できんなと思うところがありますね。YouTube とかでもね、ENTP の人の話し方みたいなところを結構見るんですけど、やっぱ身近にいるね、ENTP の人と似てる部分すごいあって、結構見極め方みたいなのって楽にできちゃうのかなって思うところはありますね。3点目なんですけど、これはルールを守らないっていうところですね。INFJ も、なんか場合によりルール守らないところはあるんですけれども、基本的に J 型なので、規律とかね、こうすべきみたいなところって大事にする性格だと思うんですよね。INFJ がルールを守らないときってどういうことかっていうと、そのルールを守ることによって、他人が害されるというか、他人が嫌な気分になっちゃうみたいなところが目に見えてる場合は、そのルール意味なくねみたいに思っちゃって、もうルール自体を問うっていうことがあって、ルール守らないっていうところがあるんですけど、なんかね、ENTP はね、そういう外交的感情、他人がどう感じるかっていうところはあんまり判断指標に考えずに、なんか自分に対する縛りに対する憤りみたいな、なんかそれ守る意味なくねみたいな。とりあえず守ってやってもいいけど、意味ないこと分かってるからねみたいな。なんかそういう風な感覚があるかなと思いますね。J 型と P 型で違うっていうところもありますし、ENTP というか NTP ですよね。っていうところのつながりで、なんかあんまり、意味ないルールみたいなところはほぼ守らないっていうところが多いのかなと思ってます。やっぱね、仕事場とか行くと、なんか口は悪いんですけど、つまらないルールみたいなの結構あるんですよ。つまらないルールみたいなのがね、詳しくは言いませんけれども、そういうのを、一応自分とかは守っとくかぐらいのテンションで守ってるんですけど、なんか ENTP の人見ると、なんかね、これは微妙なとこなんですけど、意図的に守ってないのか、もうそもそもそういうルールはないものとして、存在しないものとして扱ってるのか、それはわかんないんですけど、結果的に、あの人はまだ守ってないなって思うところが多いですね。だし、実際なんか、ここをちゃんとやっといてくださいね、みたいなことを自分も言わなきゃいけない時とかあったりするんですけれども、あんまり響いてなさそうですね。とりあえず、形だけやっといて、あとは記憶から消すみたいなところで、3点目はね、ほんとルール守らないなっていうところがあるなって感じますね。はい。で、4点目はですね、結構妄想が好きというか、なんか空想、仮定の話をするのが得意っていうところがあるかなと思いますね。ENTP って NT 型ではあるので、直感的に物事を捉えて、で、思考でね、そこの直感はどういうものなのかっていうところをロジックで固めていくっていうところが強いと思うんですけれども、INFJ も結構そういうところあるんですよね。NF 型で結構理想を追っちゃうっていうところはあるんですけれども、同時に J 型であるので、結構ね、順序立ててみたいな思考も持ち合わせていますし、昨日のところでいくと NI と TI ですよね。NI 内向的直感で物事こういう感じじゃねっていうところでぼんやり全体の像を掴んで TI で補完していく、ロジック化していくっていうところで、結構ね、仮説を立てたりとか、現実にありもしないような例え話みたいなところは ENTP と話してて面白いなっていう風に思いますね。発想力はね、彼らの方が間違いなく INFJ の我々より高いっていうところはもうこれは間違いないんですけど、一方でね、仮説の深さみたいなね、ところとかね、ロジック化みたいなところは INFJ も話が合うところがあるので、ENTP としてもね、INFJ のそういうところは結構話し合うなこいつって思ってくれるところはあるんじゃないかなと思いますね。はい。今回はこのぐらいにしときますか。ENTP ね、身近に仲いい友人が一人いるっていうところで、いろいろ語れる題材は、結構あるんですけれども、あんまり動画長くなってもね、良くないと思うんで、こんくらいにしときますね。ENTP から見た INFJ みたいなところもね、後々ね、語ってもらおうかなと思うんですけれども、結構いいパートナーになるんじゃないかなっていうところは思いますね。これ INFJ から見た ENTP っていうところでもあるんですけど、一方で ENTP にもいろんなバリエーションがあると思っていて、あんまね、結構モラルを守らないというか、ルールを守らないっていうところが前面に出すぎると、結構 INFJ 的に
どうかなって思うところもあるので、結構ね、ここは ENTP の経験値の多さっていうところもあるし、INFJ のキャパの広さみたいなね、ところもあると思うので、ネットではね、INFJ と ENTP 結構マッチするんじゃないっていうところはあるんですけれども、そういった個人個人の微妙な素養っていうところも影響するところはあると思うんで、なかなか人間関係って奥深いなっていうところで、今回の話は締めたいなって思います。